会社の利益とか、その社長の収入とか、大体想像がつくわけですよ。会社が綺麗かとかっていうのと、社長の身につけても比較した方がいい。会社を設立しても10年で 95% が潰れるって聞いたんですけど、16年間ずっと会社経営を行ってきて成長させてきたモン社長が見てきた中で、倒産してる社長たちの特徴ってあるんですか？強いて言うなら、だらしない、数字に弱い、見えっ張り、会社の稼ぎに対して使ってる額がちょっとおかしい人とかはダメにしてるかなとは思いますけど、会社がどの業種、どのぐらいの規模だったらどのぐらいの利益率だろうなと、業種とかによって決まりますと。その会社だけの特徴があれば、それも分かるので、多少の前後はあると。売上がどれぐらいで、利益率をこれぐらいでって言ってるわけですから、会社の利益とか、その社長の収入とか、大体想像がつくわけですよ。この人このぐらい使えるんだろうなという枠を超えてるような使い方をしてることも大体分かるんですよね、見てれば。そのぐらいお金が使える中で、こういう飲み方してるとか、こういうもの持ってるとか、こういう家に住んでるとか、考えていくと、身の丈に合ってるか合ってないかとか、どういう方針でやってるかとかっていうのは、想像は全然容易にできますよね。飲み歩いてる経営者の話とかもよく聞くんですけど、そういう人たちってどうなんですか？何が目的で飲んでるとか、どういう飲み方してるとか、そういうところを掘っていかないとちょっと分かんないかな。逆にどういう人だったらこの人ダメかなみたいな思いますか？大前提で企業規模があると思うんですよ。ベンチャー、スタートアップとか、自分で始めたとか、まだまだそれなりの会社の規模だと。そういう人たちをいっぱい見てきた中で言うと、プレイヤーとして結構優秀だから起業した人が多くて、自分で独立してバーってやってる人は、自分の生活のためとか、一定のレベルまで行くまでに必死で働きますよね。ある一定のライン、売上がいったりとか利益がいったりとかってすると、ちょっと余裕が出てくるわけですよね。経営者の会合みたいなの入るわけですよ。何かしら誘われたりとか、実務から離れ出して人脈とかになるわけですよね。今の会社の規模とか、自分の収入からすると使える額をタガを外れていった時に戻れない人とかが、収入と支出の割合がおかしくなったんですよね。それをうまくやろうとして、節税という形で会社もう一個作って売上とか利益分散させたりとか、法人税持ってかれないように序の任したりとか、お金を繋いでいくわけですけど、行き詰まって稼ぐ力がやっぱそれを超えないと、それは破綻しますよね。自分と自分の会社の稼げてる能力を把握して、いくらぐらい使えるのかっていうのをちゃんと分かっててやってる人と、数字に弱いとかだらしない人はタガが外れちゃって抜けられなくなっちゃって、稼げる能力以上のお金を使っちゃう、こんな感じが多いかなとは思いますけど。お金の部分のところって外部に委託してる人とかっていると思うんですけど、そういう人って大丈夫ですか？経営の部分は外部に任せてやってる人とか。小さいからその時自分数字わかんないから税理士に任せっきりとか、そういう人もちょいちょいいますよね。やめた方がいいと思うんですよね。税理士って言うと全部同じなイメージで持ちますけど、税理士の中でも会計事務所に所属してちゃんと税理士名もちろん持ってて、大手とかをバッチリ対応してるのすごいきっちりしてる人とか、小さい会社ばっかり対応してやってる税理士とか、人によって能力も違えば感覚も違うんですよね。A という税理士はこの経費は承認できませんと。全く同じことでも税理士 B はこれは経費で落とせます。何言ってんだこいつだって最初思って、こんなこといっぱいあるわけですよ。税理士が言ってることが全部正しいっていうのはもう僕からしたら虚言なわけですね。税理士の言いなりになってるとやっぱ違うんですよね。経理っていうと普通に考えてるんですよ。入ってきたお金が収入で、あと支出なんかどれを払うかってなるんですけど、これ時間軸が違ったりするじゃないですか。会計思考をちゃんと基礎ぐらい理解してないと、お金のやりくりってやっぱ結構分かんなくなってきちゃうんですよね。だからもう数字に弱いとかっていうのは社長としてはやっぱり最悪で、最低限の知識を持って勉強して実践でそれをちゃんとチェックできる人じゃないと無理ですよね。最低限 PL とキャッシュフロー、社長としてどれぐらいお金使えるのかとかっていうのはちゃんと計算をして考えられる人じゃないと、どっかでおかしくなって回らなくなりますよね。なるほど。倒産する予兆っていうものは面接時に分かったりするものなんですか？面接時とかは分かんないんじゃないですか。もし面接に行くってなった時に、大企業とかだと最終面接とかで社長に会える機会とかはあると思うんですけど、小さい企業だと割と早い段階で社長に会える機会ってあると思うんですね。その時に面接でチェックできることとかって何かあったりしますか？汚い会社は嫌ですよね。もう一つ会った社員が覇気がないというか、笑顔も一つもないような感じが何人かもし見れたら嫌ですよね。あとは社長に会った時とか役員もそうなんですけど、何を目指してるかっていうのをやっぱちゃんと聞く。何のためにやるのかっていうのは結構重要で、目的あるはずですよねと。目的を言えないとかっていうんだったら嫌かなと。あとはやっぱり社長が身につけてるものとか見ちゃうかもしれない。
時計、洋服、ブランドとかですよね。と、会社の規模とか、会社が綺麗かとかっていうのと、社長の身につけても比較したわけです。これは経営者目線ですけど、年商聞いたら3億ぐらいで、業種も見ると、頑張っても利益率 10% ぐらいでしょと。3000万ぐらいじゃないですか。フェラーリ乗ってる人とかいたんですよ。2000万ぐらいするような。普通に考えて、それで収まんないわけですよ。維持費とか、いろんなことを考えるとですよ。3000万の利益しかない会社で、2000万のフェラーリ買って乗ってる社長ってやべえなと思ってたんですよ。当然潰れましたよね。1回買ったら2000万。それも償却できるから節税になります。まあわかりましたと。維持費で結構やっぱりかかるわけですよね。フェラーリ乗ってるような人が変なとこ行けないわけですよ。家に駆られていくわけですよ。フェラーリが好きでフェラーリのオーナーと知り合ったら、そのオーナーはアホみたいな金持ちで、飯食い行こうって言われたら、行かなきゃいけないとか。それを断れるって本当に俺らフェラーリ乗りたいだけなんだって言うんだったらいいんですけど、そういう人だったら本当のフェラーリ大好き気違いしかいないわけですよ。会社と自分にお金かける比重をちゃんと見て、個人の方にやっぱ強かったらちょっとないなと思いますし、稼ぐ力と持ってるものとかやってることが全然不相応だよなって思うのは、やっぱ絶対アウトだと思います。いろんな経営者と会われる中で、本社長はそういう誘惑にはまらなかったりしなかったんですか？基本はハマってないですよね。自分はそんなに稼げてなかったんで、職種的にもやっぱ利益率低いし、他の人たちがそういうのを見てる時にまだお金を使えない立場だったから自制が効きましたね。利益で100万円出すのに、仮にですけど利益率 5% だったら2000万売らなきゃいけないわけですよ。2000万の売り上げというのは結構大変ですよ。この10万使うんだったら200万の売り上げ上げなきゃいけないと。やめとこうか、みたいな。もちろん逸脱しそうな時とか、ちっちゃい額ですけど逸脱しちゃった時もありますと。そういうのも細かく経験を経ながら、自分の中にはそういう考え方が根付いてはいたので、思考でストッパーがかかるかどうかだし、振り返った時にやっぱ戻れるかどうかに利益率が低かったんで、ちゃんとお金の計算して、こんなことしてたら俺は破滅すると思って、制度が効いていたことと、あんまりそういうのが好きじゃなかったのっていうのもありますし、若い時にそういうのを周りで見れたんで、経験ができたとかっていうのは生きてるんじゃないかなとは思いますけど、とは言ってもお金はね結構魔力があるんで、分かっててもやっちゃうこともありますし、間違っちゃった時にちゃんと戻れるかどうかみたいなのが大事だと思いますね。その考え方と行動できるあれがあればなんとかなると思いますけどね。改めてにはなるんですけど、倒産する会社の社長と特徴をまとめてポイントでお伝えいただいてもよろしいでしょうか？だらしない、数字に弱い、見えっ張りですかね。自分が稼ぐ力と計算して使えるお金っていうのをちゃんと考えられない人はダメだと思います。ありがとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございます。アップル引っ越しセンターでは常に共に働く仲間を募集しておりますので、ぜひホームページや SNS 等をご覧になって興味があればご連絡いただければと思います。この YouTube チャンネルでは現場の様子、対談、研修、イベント、ビジネスに役立つ思考等、様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後にここまで見てくださったので、ぜひこの動画もいいねを押してくれると嬉しいです。ありがとうございました。